ハロー、みさきみさです。ということで前回に引き続き今回もピクシオさんのゲーミングモニターを紹介しようと思います。前回紹介したのはフル HD の 200Hz の白いモニターでピンク色と水色もあるっていうね、ちょっと変わったモニターだったんですけど、今回は 280Hz ということでより高いねリフレッシュレートが出るモニターです。でこれはピンク色とか水色とかはなくて、カラーは白色とブラックの2色展開になってます。で今回はねちょっとご提供をいただいたので、こちらをね開封していこうと思います。で今回のね箱はねすごいね開けやすいような箱で、なんか前はこの上の部分を開けてモニターをね全部こう持ち上げるタイプだったんだけど、これはパカッと開くような箱になってます。ミサはねこっちの方がすごい好きなんだよね。やっぱり女子だからさ、重いのはちょっと結構きつくて、正直全部のモニターこれにしてほしいな。で今回白いモニターって言ったんですけど、付属品はね黒いんですよ。そう前回のやつがもう電源 AC アダプターとかそういったのも全部真っ白だったんですけど、 PX259 の方は付属品黒いみたいですね。で今回24インチのモニターなんですけど、値段を最初に言っておくと 39,900 円です。でしかもさらに今 Amazon セールで 35,900 円になってます。 10% オフで購入できるみたいで、結構ねピクシオさんのモニターっていうのは Amazon セールの時に結構安くなってたりするんで、そのセールをね狙って購入するのがいいんじゃないかなと思います。まずは付属品から見ていきましょう。こんな感じ、結構サイズはね小さいかも。そしてケーブル類他にディスプレイポートのケーブルが1本入ってます。 HDMI のケーブルはついてないみたいで、これがじゃーん、これがモニタースタンドかな。前回ね V 字のなんか細いモニタースタンドだったんですけど、今回は割と大きめの四角いモニタースタンドです。これ四角いのもいいんだけど割と邪魔なんだよね、デスクに。モニターアームはね別で購入する方がいいんじゃないかなと思います。でこれはこれもモニタースタンドの部品ですね。こういう感じこうじゃないよね。これ短くない？まあいいや、とりあえずじゃーん。真っ白です。今回もピクシオさんのさ白いモニターってもう全部が真っ白だからいいよね。でもモニタースタンドないわ。やっぱこの短いやつなんだ。スライドさせてつけるタイプっぽいからちょっと持ち上げて、こうかな。スライドして入れるだけですね。つけてから思ったんやけど、いつも真ん中あたりにモニタースタンドつけるんですけど、これ真ん中にないですね。下にあるからこのスタンドもめちゃくちゃ短いっていう感じで、もしモニターアームにつける場合はこの真ん中の方にねネジ穴があるので、ここにモニターアームを取り付けるっていう感じですね。そしてこんな感じで分かりやすい説明書も入ってます。じゃーん、こんな感じ。見た目どう？モニタースタンド、意外と可愛いかも。で今回のやつもベゼルレスになっていて、この周りの部分のフレームっていうのがすごい薄いですね。でねこのモニターね後ろ側かっこいいです。なんか前のやつはすごい可愛い感じのデザインだったと思うんですけど、結構高見えするモニターだなと思います。ピクシオさんって安いじゃないですか。安いけどデザインだったり背面までこだわってデザインされてるんですよね。そこがすごい好きなポイントで、この入出力も結構充実してて、USB だったりっていうのはついてないんですけど、ディスプレイポート 1.2 が2本させます。そして HDMI も2本させるんですけど、なんと HDMI 接続した場合でも 240Hz まで出ます。でこのモニタースタンドの可動域は下側にこれぐらい、上に15度まで角度がつきます。で前回と同様横に角度をつけたりだとか高さを変更することはできません。それでは電源をつけてこちらのモニターのスペックを紹介していきます。ということでスペックの紹介の前に一つね謝罪させていただきたいことがありまして、今画面に映っている映像、モニターの映像っていうのが少しねザラザラしてたりだとか波打ってたりだとか綺麗に見えないかと思います。本来肉眼で見た場合この線は入っていません。
線も波打ってもないし、本当にとっても綺麗な映像なんですけど、なぜかね、このカメラでは撮れなかったんですよ。いや、メーカーの方、これのね、動画を見ている方にはね、本当に申し訳ないんですが、もうどれだけ頑張って設定とか見直したり、いろんなね、やり方を試しても難しかったので、どんな映像なのかっていうのが気になるっていう方は、家電量販店だったり、パソコンショップだったり、実物を見ていただくか、他の方の動画であれば、綺麗にね、映ってるものもあったので、そちらをね、参考にしていただければと思います。今回の動画は使ってみて私がどう思ったのかっていう感想を参考にしていただければなと思います。ということで動画の続きをどうぞ。はい、じゃあスペックの紹介していくんですけど、まずモニターのサイズは 24.5 インチ、そして解像度は 1920×1080p のフル HD、そしてリフレッシュレートが 280Hz、応答速度がグレートゥーグレーで1ミリセカンドということで FPS ゲームにも向いているモニターです。パネルの種類がファスト IPS パネルになっているので視野角も広いので複数人でゲームも遊べます。そして色域は sRGB101.34% のカバー率。前回紹介したモニターの sRGB というのが確か 110% とかだいぶ高くて、それよりも低くはなってるんですけれども、他のゲーミングモニターと比べるとだいぶねカバー率は高くなっています。なのでゲームだけではなく、例えば編集だったりイラストを描いたり、そういったクリエイターの方でも満足できるようなモニターになっています。そして前回のモニター同様、目に優しいフリッカーフリー、そしてブルーライトカットも搭載されているので長時間のゲームでも目が疲れにくくなっています。さらに AMD フリーシンクプレミアムも使えるので、ティアリングやスタッタリングを軽減し、ズレや遅れを抑えてくれて、アクション性の強いゲームでも快適にプレイできます。で、このモニターも HDR も対応しています。メニュー画面から HDR をオンにすることができて、ゲームだけではなくて映画鑑賞だったりっていうのも楽しめます。映像どうですかね。フル HD なんですけど、色域も高くて、色の表現力も高いということで、とても満足できるモニターだと思います。で、このモニターも非光沢になっているので、斜めから見た時に反射だったりっていうのも全く気になりません。で、見てこれ、裏側光るんですよ。めっちゃ可愛くない？で、ここの RGB はオンにしたりオフにすることも、設定画面からできます。右下の方にメニュー画面のボタンがあって4つ下についてます。で、一番右が電源ボタンで、前回のモニターが一番左がメニューボタンやったんやけど、なんかこれね、同じピクシオでもメニュー操作違うっぽい。一番右が電源ボタンで、右から2番目がメニューの表示で、その横が、矢印もね、これ方向違います。前回は上と下だったんですけど、今回は右左らしい。ここね全然違う。で、この一番左が戻るボタンかな。で、あとショートカットキーの役割もしてて、一番左のこの戻るボタンをね最初から押すと入力切り替えになります。そして矢印キー右を押すとこの表示が出てきたりだとかで、左矢印の方を押すとこの画面の設定、カラー設定が変わります。ゲーム、ムービーだったりウェブだったりテキスト、スタンダード5種類のカラー設定に、ワンタッチ、ボタンワンタッチで変えることができます。この辺りの使い方も前回紹介したピクシオのモニターよりも使いやすそうかなっていう感じ。カラー設定、プリセットの内容を自分で変更してカスタマイズして保存することができます。このゲームですね、ゲームの方を押すと FPS1、FPS2、RTS、ナイトビジョンで、あとはゲーマー123っていう風にあるんですけど、それはブラックスタビリゼーションをこんな感じでいじったりすることができます。で、その他ムービーとウェブとテキストっていうのはカラー設定いじることはできないので、ゲームだけですね、ゲームだけ好みのカラー設定に変更できます。前回のモニターはゲームのカラー設定っていうのは変更できなかったんですけど、さらにゲームをやる方向け、 FPS ゲームだってゲームをやる方っていうのはこっちのモニターの方がゲームでのモニターの性能っていうのは高いのかなっていう感じです。
でカラー設定見ていきます。まずはスタンダード、そしてゲームモード、映画モード、ウェブモード、テキストモード。カラー設定を変えることによってなんか色味が結構変わったりするやつがあるんですけど、これどちらかといえばなんかこう明るさがこう調整すごいしてくれるっていう感じのイメージかな。明るさいちいち設定するのめんどくさいし、パパッと変えれるのは割といいのではないでしょうか。で続いてはこの内蔵スピーカーどれぐらい音質がいいのかっていうところを検証したいと思います。ゲーミングモニターについている内蔵スピーカーっていう感じの音質ですね。そんなに良くないです。音楽聴いたりするのには適してないけど、たまに私ヘッドホンが疲れてもう普通にスピーカーで編集とかなんかちょっと YouTube 見たいなっていう時あるんで、音質が悪かったとしてもモニターに内蔵スピーカーついてるかついてないかで言えばもう絶対についてる方が私はいいと思ってるんで、この辺り安いのについてるっていうのはすごい嬉しいポイントやなっていうふうに思います。それでも 280Hz 出るゲーミングモニターで FPS ゲームもやっていきましょう。モニターの画面設定スタンダードでやると割とちょっと白っぽい感じするな。ちょっとゲームモードに変えると結構くっきり見えるようになったかも。であとリフレッシュレートが高いとこうヌルヌルに見えるだけではなくて、その他のメリットっていうのも一応あるんですよ。それが何かっていうと遅延が少なくなる。どれぐらい遅延が少なくなるのかっていうのはよく分かってないミサも。普通に映像綺麗じゃない？解像度もねフル HD でそんなに良くはないんですけど普通にいいぞ。やっぱ私的にはね WQHD のモニターを押してるんですけど、フル HD でも割と十分で、やっぱね WQHD のモニターは高いめっちゃ高いの。お金払える人は解像度高いモニターが私的には絶対におすすめなんですけど、コスパの良さで考えるとやっぱフル HD のピクシオさんのモニターおすすめです。ということでいかがでしたでしょうか。今回は PX259 のモニターをレビューさせてもらったんですけど、映像ね綺麗かったですね。色もいいし、もうフル HD なんやけど3万セールだったら5000円で買えるっていう安さ、コスパの良さで、この見た目で可愛くて白いモニターで、しかもベゼルレスなのでデュアルディスプレイにするのにも向いてる。前回の 200Hz のモニターとかその他なんか白いピクシオさんのモニターをサブモニターで置いて、でこっちをねメインディスプレイとして使うっていうのもいいと思います。で後で思ったのが、このモニタースタンド場所を取るっていう風にも言ったんだけど、このケーブル類をこう収納するうまく隠せるような穴とかも一切ないなっていう風に思ったんで、モニターのスタンドの評価はちょっと微妙かなって感じ。その他付属品が黒かったりだとか、そのあたり残念なんだっていう風に思う人もいると思うんですけど、 280Hz 出る白いモニターってこれぐらいなんですよ。他に選択肢はないんだけど買って後悔しません。むしろね満足度はねすっごい高いと思う。映像も綺麗だし色域も高いし、で設定も割といじりやすいし、なんかゲームのカラー設定とかも意外と豊富やったんで、そのあたり安いのにいいんじゃないかなっていう感じです。概要欄に製品リンクを載っけてあります。ということで以上、みさきみさでした。じゃあのー。